レイアウト上からカーブポイントを撤去しました。こんにちは、あーです。今回はこのポイントを撤去した箇所とその先の踏切の間にフォルマーの車整備場を設置していきたいと思います。パッケージを開封するとむき出しのランナーがたくさん。海外製キットでは普通のこと、もちろん破損していることもあります。破損があれば修復するか、他キットの余剰パーツで補足していきます。今回は破損なしでした。実はパーツ破損は一度しか経験がありません。では早速組み立てていきましょう。まずは屋根を組んでいきます。雨どいが別パーツとなっているので、雨どいを接着していきます。ランナーから切り離してヤスリ掛けを行います。雨どいも切り離してからヤスリ掛け、特に接着面は念入りに行います。接着箇所を確認してヤスリ掛けの具合に問題がなければ接着します。この箇所の接着にはタミヤのセメント白キャップを使用します。雨どい側にセメントを軽く塗って屋根パーツに固定します。もう一方の雨どいも接着して屋根の完成です。次は壁の組み立てへ進みます。壁を固定するベースを用意します。ベースに開いている穴は照明用です。今回は照明の組み込みまで行いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ベースを準備できたら壁パーツに窓枠と窓ガラスを取り付けていきます。窓枠パーツの接着にはタミヤの流し込みセメント緑キャップを使用します。続いて窓ガラスパーツも流し込みセメントで接着していきます。他の壁も組み立てていきます。扉は開閉可能なギミック付きです。扉が外れないように壁の内側にカバーのパーツを取り付けます。扉パーツのカバー取り付け後の挙動はこんな感じになります。窓や扉の取り付けの完了した壁パーツをベースに接着していきます。壁の取り付けには白キャップのセメントを使用します。壁同士が組み合う部分にもセメントを使用していきます。残りの壁も白キャップセメントで接着していきます。組んだ後で内側より流し込みセメント緑キャップで補強します。屋根を取り付ける前に照明の準備を行います。12V 用テープ LED を取り付けるリード線に予備ハンダを盛ります。リード線をテープ LED にハンダ付けして準備完了です。電源と建物用照明の接続部分の間にブリッジダイオードを入れているため、テープ LED にリード線を直接接続しています。建物用照明の作成手順は別動画で詳しく解説しています。概要欄にリンクがありますので、後ほどご視聴いただけると嬉しいです。ハンダ付け後は点灯チェックを行います。準備したテープ LED を屋根裏に固定します。ベースの穴にリード線を通して屋根は白キャップセメントで接着。これで照明の組み込み完了です。次は屋外の作成。ベースに柱を立てて屋根を取り付けます。建物周りのアクセサリーなどを取り付けていきます。海外製キットの印刷物はシールではないことが多いです。印刷物も接着剤で貼り付けたらレイアウトへ設置します。リード線をレイアウト下へ通してストラクチャーの配置箇所を決めます。ストラクチャー設置場所に合わせてテクスチャーペイントを塗装します。
塗料乾燥待ちの間に建物周りのアクセサリーの準備を進めます。タイヤはマッキーで黒に塗りつぶしてしまいます。ドラム缶はメザリングスティックで汚していきます。塗装してランナーから切り離してアクセサリーの準備完了。テクスチャーペイントが乾燥したのでレイアウト制作に着手します。レイアウトボードにボンドを持っておき、タイヤやドラム缶を接着。建物本体は接着せずに並べるだけにしています。レールの高さ調整の段ボールをフォーリッジで隠します。この部分のレールは左側はフィーダー線をまたいでおり、右側の踏切レールは可動性でトミックスレールの低い導床の下の隙間埋めに段ボールを差し込んで高さを合わせています。その段ボールをバラストで隠すのもいいのですが、ここでは手軽なフォーリッジで隠すことにしました。設置した建物の周りに樹木を追加していきます。レイアウトボードにそのまま突き刺すだけで接着剤は使用しません。踏切付近の整備と踏切の警報器、遮断機も固定していきます。警報器周りは柵を設置する箇所とフォーリッジでごまかす箇所と、周りの道路の状態などに応じて使い分けがいいとは思います。奥の複線部分もレール下の隙間埋めに段ボールを差し込んだので、ここにもフォーリッジを固定していきます。ブラウン系のフォーリッジも追加して少し荒れた雰囲気を出します。紅葉以外でも荒れ地や枯れた雰囲気の演出に便利なブラウン系ですね。最後に照明の点灯テストを行って作業完了です。窓が少ないこともあり、少し照明が分かりにくいですね。今回はキットの組み立てと照明組み込み、レイアウトへの設置までの様子をお届けしました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。